2021年の世界のベストレストラン50、続いては30位から21位を見ていきたいと思います。この中でですね、ピックアップしたいのは、まず29位のレアーレですね。これはイタリアのですね、アブルッツォ州というところの、なんて言いますか、田舎と言ったらあれなんですけども、ちょっと離れたところにありまして、オーベルジュになっています。私は今までですね、多分3回ですかね、過去伺ってまして、最初行った時はですね、ミシュラン2つ星だったんですね。でも2つ星ということで行ったんですけども、ここ近年はもう3つ星になってまして、でもイタリアを代表するレストランとして、知られています。このシェフの料理はですね、非常にイノベーティブで、食材の組み合わせ方とかですね、あとは使う食材も必ずしも高級食材、ばっかりではなかったりとかですね、かなりそのシェフの独自性の強いものに、なってますね。難解な料理というのもですね、若干あったりもするんですけども、基本はですね、本当に素直な料理というのが比較的多いのかなというふうに思っています。このレストランのその料理、彼の料理自体というのはもちろん注目するに値するものなんですけども、他にもですね、このシェフニコロ・ミートさんは、学校を開いてまして、で、その若い料理人を育成するということをやってらっしゃるんですね。で、その学校の、生徒さんが、料理を提供するレストランっていうのも、ミラノで、やってらっしゃったりとかしてですね。なのでその後進の育成という意味でもですね、非常に影響力が大きいと。イタリアの南部を旅してて、若いシェフのお店に行くとですね、ここのニコロミートの学校に行ってたんだっていうシェフが結構多いんですね。なのでやっぱり特にイタリアの中でもですね、経済的に必ずしも恵まれない南部において、面白いレストランっていうのが最近すごく増えてきてるんですが、こちらの一つのきっかけになっているのかなという意味でも、非常に意義が大きいというふうに思っています。続いてはですね、25位のホワイトラビット。これはロシアのモスクワにあるお店です。世界のベストレストラン50ではある意味常連のお店なんですけども、モスクワという、そういう意味では、このファインダイニングの世界においてはですね、新興国を代表する一軒になっています。お店自体はですね、どちらかというとオフィスビル的な建物があって、で、下に商業店が入ってるんですけども、エレベーターを登っていくとですね、最上階ですかね、に、すごく美しいきらびやかな空間が広がっていると。このオフィスビル的なエントランスとのこの対比でまず驚かされるんですけども、そして、周囲の、景色も見渡せるような、美しいレストランになってまして、アリス・イン・ワンダーランド、不思議の国のアリスですか、日本語だと。こちらがテーマになっている空間なんですね。なのでアリスに、由来するようなこのウサギですねのキャラクターがそこら中にあったりということで、すごくファンタジーを思わせるような空間になっています。で、シェフはですね、かなり数多くのレストランに、携わってまして、確か今もう20店舗以上あるんですかね。大きなレストラングループになってるんですね。で、このホワイトラビットが、そのビルの、上層階にあって、で、同じビルの、1階だったしか記憶してるんですが、こちらに、テイスティングメニューをカウンターだけで提供するこじんまりとしたレストランがあります。で、こちらがシェフステーブルという位置づけになってるんですね。なので、シェフのウラジミールの料理を、目の前で食べたいという場合は、このシェフステーブルが、おすすめの環境というふうになっています。で、他のシェフを招いてコラボをするときもですね、こちらのシェフステーブルを使うことは比較的多いんではないかなというふうに思いますね。そのモスクワという環境的にですね、必ずしもテイスティングメニューだけというレストランっていうのはあまり多くないんですよね。皆さんアラカルトで、カジュアルに食べたいというニーズが、強いというふうに理解しています。なので、ホワイトラビットの方はアラカルトもありつつ、コースもありと。で、今ちょっとコロナ禍なので、テイスティングメニューだけになっているという話も聞くんですけども、もともとコロナ前で言うと両方の選択肢があった。で、このシェフステーブルの方は、本当にシェフのクリエーションを純粋に楽しみたいという方向けのレストランというふうになっています。この今回の授賞式でもシェフと話したんですけども、モスクワに今お店をたくさん展開している。で、それ以外にも、
地方都市にですね、お店をオープンしていきたいというふうにシェフが言ってました。なかなかですね、外国人でロシアを旅する上でですね、主要都市であるモスクワとか、あとは、サンクトペテルブルク、これ以外の街に行く機会っていうのは正直あまり多くないと思うんですよね。正直私自身もイメージが湧かない。どの街に行ったらどういうレストランがあるんだろうという情報が全くない状況なんです。で、こういう中でですね、こういうウラジミールのような有名シェフが、地方都市にいろいろとお店をオープンしてくれて、で、それぞれ個性が違ったりとかして、その地域を表した料理っていうのが提供されているとするならばですね、旅をするきっかけになるので、これは心待ちにしたいというふうに思っています。続いては、23位のアルページュです。こちらご存知の方も多いかもしれませんが、フランスのパリにあるレストランでして、ミシュラン三つ星を長年獲得している、老舗の一軒と言えるかと思います。フランス料理界を代表するレストランですね。昔からですね、アルページュのご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、もともとはですね、例えば肉の火入れが素晴らしいと、肉料理が素晴らしいということで有名になったんですが、ある時点から肉料理をやめるという宣言をして、主に野菜ですね、にフォーカスした料理を提供し始めたと。で、今はですね、肉の中でも、白い肉、つまり鶏系のものですね、に関してはメニューに載っていますけども、牛だったり豚だったりというものは、メニューには載っていないという形で、野菜であるとか、にフォーカスした料理を引き続き提供しています。アルページュはやはりその、野菜というところで言ってもですね、肉と同様ですね、火入れの素晴らしさだったりとか、あと素材の活かし方というところで、本当に素晴らしいお店だと思うんですね。このパリにある本店以外にもですね、支店というかですね、このアラン・パッサールさんが、関わっている農園が郊外にいくつかありまして、でそのうちの一つではですね、レストランが農園の中にあるんですね。でそこを、貸し切りみたいな形で、ある程度人数を集めればですね、料理をしてくれるということが過去にありました。今ちょっとコロナ禍でどうなってるかわからないんですけども、コロナ前で言うとですね、そのアルページュの、野菜を育てている農園にあるレストラン設備でアラン・パッサールさんが調理してくれる機会という貸し切り会に参加する、ことがありました。で、農園をまず見学してですね、農園のいろんな野菜を、見た後で、そこから取り立ての野菜をまずいただけると。で、これは本当に貴重な機会だと思うんですね。お店では、本店では提供していない、鴨だったりとか牛肉だったりとかというものをもう、こちらでは、巻き焼きの形で提供されました。こちらが本当に素晴らしくてですね、アラン・パッサールさん、アルページュの肉料理、お店ではなかなか今もうあまり食べれなくなってしまいましたけども、この、肉料理を今まだ食べられるという限りなく数少ない機会がこの農園のレストランで提供されてたわけです。なのでですね、こちらはなかなかですね、人数揃えたり、あとお店と交渉したりっていうところで非常にハードルは高くて、私も1回しか行けないんですけども、ぜひまた行きたいなというふうに、考えています。続いては21位の、ヒサフランコですね。こちらはスロベニアにあるレストランです。スロベニアというとですね、行ったことある方もあまり多くないかもしれませんけども、このヒサフランコというお店が注目されることによって、最近料理でもですね、注目を集めてきているというところになります。ヒサフランコ自体はですね、何かすごく、そういう意味ではスロベニアのどっかにですね、飛行機で飛んでそこから行くかというとですね、一番簡単な行き方はですね、これイタリア国境のすぐそばにあるんですね。なので、イタリアの食べ歩きと組み合わせることができると。フリウリ・ベネチア・ジュリア州ってなるんですけども、それのすぐ隣で、国境から確か2、30キロでしたかね、の距離にあるので、一泊で、訪れるのにちょうどいい距離というふうになっています。こちらもオーベルジュの形になってまして、で、周りに本当に農園の風景が広がる中、谷になってるんですね。両側山なんですけども、そういう環境の中で料理を楽しむことができます。私が初めて訪れたのがですね、10年は経ってないと思うんですけども、かなり前だったんですね。で、その時は、たまたま曜日とかですね、いろんな、条件が重なって、私が唯一のゲストだったと
いうこともありました。ただその後ですね、ネットフリックスのシェフズテーブルっていう有名な番組があるんですが、こちらで女性シェフ、アナロスさんがフィーチャーされたことによって、もう世界中からお客さんが訪れるようになったんですね。なので今はかなり予約困難なお店になっています。日本にも何度か、いらっしゃってまして、ブルガリ・イル・リストランテ・ルカ・ファンティのですね、ルカシェフとコラボしたりという会にも伺ったことがあります。こちらのレストランはですね、山の中にあるということもあって、川魚だったりとか、あとは地元で育てられた野菜を中心にした繊細な料理を提供しています。スロベニアというとですね、必ずしも、本当にグルメというイメージがまだないのかもしれないですけども、こういうレストランがですね、一軒でもできることで、やはりかなり印象というのは変わっていくと。で、このヒサフランコに続いていくようなお店っていうのが、今、スロベニアから出始めようとしているということでですね、やはりこの一つの国が食で盛り上がるということにおいて、こういうアワードも含めてですね、メディアに発見されるということの効果というのは大きいんではないかなというふうに思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。